9999キロです。1万キロまで残りあと1キロ。なんだか長かったような短かったような1万キロになったー。ついにスーパーカブ C125 が1万キロを走行しました。やったー。はい、皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回はスーパーカブ C125 の1万キロ走行後のインプレッションやっていきたいと思います。はい、というわけで今回は私の愛車のスーパーカブ C125 の総走行距離が1万キロに到達しました。なので乗ってみての感想、インプレッションをねやっていきたいなと思います。最初に一応バイクのスペックについて簡単に触れておきますと、私が購入したスーパーカブ C125 パールカデットクレイは日本ではね2019年6月11日に発売したモデルで、ちなみに私はね発売して速攻で購入したので6月にね納車されました。っていう私の話はどうでもいいですね。ちなみにね今日本で発売されているスーパーカブ C125 は3色展開になっているみたいですね。排気量は 125cc、 最大馬力は 9.7 馬力、シート高は 780mm、 タンク容量は 3.7 リットル、車重は110キロ、燃費はカタログスペックではリッター69キロです。はい、それではねバイクに乗りながら走行インプレッションをやっていきましょう。ちがみなの動画。はい、というわけでね、スーパーカブ C125 1万キロ走行してみての感想というかインプレッションをやっていきたいと思います。1年間以上かけて1万キロを走行してきたわけなんですけど、率直に思うことはやっぱりスーパーカブ C125 は最高だったということですかね。最初に乗り心地についてなんですけど、ここはね最初に感じた感想とそんなに変わってなくてすごくいいです。なんていうか走り心地にね癖がないなという風に感じていて、初心者の私でもすごくね楽しく走れています。そしてね乗っていると感じることができるこのマフラー音、トコトコとした感じがたまらなく良くて、アクセルを決めるとトコトコとね前にね進んでいってくれるトルク感みたいなことも感じることができるのも走り心地が楽しいって思うポイントなんじゃないのかなと思います。それでエンジンについてはグルムとかと同じものをベースに使っているみたいなので、 125cc のバイクとしての走行性能としてはもう本当にね十分なんじゃないのかななんて感じています。やっぱり 125cc のバイクだからか力強さがあるように感じます。正直言うとスーパーカブって商業用のバイクのイメージが強かったので、乗り心地どうなんだろうってね若干ね心配もあったんですけど、このスーパーカブ C125 はもう通勤とかね街乗りからツーリングまでねオールマイティにね楽しめるなという風に感じました。ちがみなの動画。このねスーパーカブ C125 で1万キロというね長い距離をね今まで走行してきたんですけど、その中で、私はスーパーカブどんな風にね使ってきたかっていうと、通勤から街乗り走行、日帰りツーリングからスーパーカブで長距離の旅に出たりとか、あとはキャンプツーリングもやってみたり、そんな感じでいろんな使用用途でスーパーカブ C125 を乗り込んできたので、この時乗ってた時にどう感じたかみたいなことをねお話しできたらなと思います。はい、まず街乗りね通勤とかね市街地走行の時なんですけど、やっぱりねすごくいいなって思うのは車の流れにとても乗れる。やっぱり 125cc だから力強さがあって、全然こういう道路とか、あとは結構大きめの道路あるじゃないですか。そういう道路とかでも車のね流れについていける感じなので、それはすごくねありがたいなというふうに思っています。やっぱり安全運転をしていく上で車の流れに乗れた方が絶対いいと思うので、このバイクスーパーカブ C125 は街乗りもねすごくねしていて快適だなという風に感じました。で次はね、ツーリングカブツーリングのね話をねしていこうかなと思います。カブツーリングをねやってて思うことは、いや意外とカブ街乗りだけじゃないぞ、ツーリングも楽しいぞみたいな感じで、本当にねカーブ楽しい。でこれはちょっとタイヤの話になるんですけど、私タイヤ交換をしていて、もう純正タイヤではないんですけど、純正タイヤを履いていた時はヘルピング工法がある道は
本当にねハンドルを取られてしまって恐怖でしかなかったです。でタイヤ交換をしてからすごくねその点は改善されたので、もしスーパーカブ C125 を乗ってる方で、いやグルーピング工法やばいよねって感じてる人とか、これからスーパーカブ C125 を購入する初心者の方でまだ運転に慣れていない方は、タイヤ交換をするのはいいんじゃないのかなと、個人的にはすごく思います。ちがみなの動画。それでね、次はねスーパーカブ C125 で長距離はどうなのよっていう話になっていくわけなんですけど、1万キロのうち多分何割かはね長距離ツーリングで走行したと思うんですよね。もうこれはねスーパーカブ C125 を購入したら長距離の旅に出てみよう、カブの旅に出てみようというふうに最初からね考えていたんですよね。で気になっているところ、皆さんが気になるかどうかわからないんですけど、お尻の痛みどうなのよっていう話だと思うんですよ。でお尻の痛み実際にどうかっていうと、2時間ぐらい走りっぱなしにしてで休憩を取るみたいな感じで、休憩をねちょくちょく挟んでいけばそんなにねお尻の痛み強くないななんて思っちゃいました。結構私体重も軽いからそんなにねお尻の肉も分厚いわけじゃないんですけど、その私ですら全然大丈夫かなって思えるぐらいなので、シートはね割とクッション性があっていいんじゃないのかなと思います。そしてね旅の中で私がねかなり大事にしているところがあって、それは観光地でも体力を残して楽しみたいっていうことなんですよね。昔ながらの街並みとか景色がいいところとか動画にね収めたいなっていう気持ちもあるし、バイクの走行で体力をね消耗しすぎちゃって、で観光地に着いた時にもう疲れた休憩ってなっちゃうのが正直言うとちょっと嫌なんですよね。でも走行も楽しみたいじゃないですか。バイクに乗っている走行時もカーブ楽しんだりとか景色楽しんだりとかもしたいなっていうふうに思ってて、でそこでこのスーパーカブ C125 はオートマの免許で乗れるギアがあるバイクなのでシフト操作がねあるんですよね。こうやってギアを変えられることによってその道路状況に合わせて走行できるので、よりねバイク走行時が楽しくなるし、長距離の移動で飽きが来ないんですよね。でそれでいてクラッチ操作がないのでエンストの心配がほぼほぼゼロに近いというわけで、そこのところですごくね気を使わなくていいっていうのは長距離ツーリングではすごくねありがたいなーなんて個人的には思いました。何が言いたいかっていうと、バイクの走行もねすごく楽しめるし、観光地に着いた時に体力も残しておけるので長距離の旅をするにはすごくね楽しいバイクなんじゃないのかなと思いました。ちがみなの動画。はい、それでは次はねキャンプツーリングについて、ちょっとだけ触れておきたいと思います。1万キロ走行したうちだいたいね1500キロぐらいはキャンプツーリングで使ったかなと思います。やっぱりねスーパーカブ C125 は他のねスーパーカブシリーズに比べてキャリアがね小さいスタイリッシュでね、かっこいいとも言えるんですけど、キャリアが小さめなので純正の状態でキャンプツーリングに行くのはちょっと難しいんじゃないのかななんて思います。だからね私は延長キャリアとボックスをねつけています。それをつけることによって1人分のねキャンプ道具の積載は可能になってるんじゃないのかなと思います。キャンプ場に行くまでの道のりで砂利道がねあったりとかするんですけど、本格的なねダートとかではなければ走行することはね十分可能かなと思います。でも結構ね注意が必要ですね。いやー久しぶりの多摩川だー。やっぱね川沿いって楽しいですよね。川沿い海沿い最高で、まだちょっと別の話になるんですけど、スーパーカブ C125 はやっぱり見た目が最強にかっこいい。もうこのデザインが好きっていう人はもう本当にね惚れ込むと思います。バイクを走行していて一番ね目に入るのがこのねハンドル周りだと思うんですけど、メーカーもねレトロでかっこいいし、私このカラーリングがねめちゃくちゃ大好きなんですよ。なのでこのカラーをねずっと見ていられるのが本当にいいです。かわいい。ちがみなの動画。はい、で次は足つきについてなんですけど、私身長150センチと体重も少なめなので結構ね小柄体型なんですが、そんな私でも扱いやすいバイクだなと感じています。よく駐車場でバイクをね駐車するときにバイクまたがったまま下がることあるじゃないですか。それもね、身長150センチぐらいある方であれば
まあね普通にできるので、あんまりね身長の制限で乗れないってことがないバイクなんじゃないのかなと思います。そしてブレーキについてなんですが、前がねディスクブレーキで後ろがねドラム式ブレーキなんですけど、街乗りでもツーリング中でも雨の日にもね十分にね効いてくれるいいブレーキだなーなんて思ってます。でねカブのすごいところがまだまだあって、スマートキー採用なんですよね。カブなのにスマートキーなのって驚かれることが結構多いんですけど、いやーこれね結構便利なんですよ。スーパーカブ C125 でツーリングしていると少し時間がない瞬間もあるんですけど、スマートキー採用なので鍵をね出したりしまったりする手間、あと鍵を探したりとかする手間がなくなったので、それがすごくありがたいんですよね。でここで、スーパーカブ C125 1万キロ乗ってみて、ちょっとこれどうなのよとか、ちょっとした不満点をね上げてみようかなと思うんですけど、まずねミラー、この純正のミラー、丸いミラーですごくね可愛いミラーではあるので履いてはいないんですけど、この丸いミラーはちょっとね見えづらい、慣れみたいなのもあると思うんですけど、1万キロ走った今の状態でも若干見づらいなっていう風に思う瞬間があります。そして次にね価格、本体価格が確か39万円、約40万円とカブなのにちょっと高いというところで、スーパーカブ C125 のデザインがすごく好きで見た目めっちゃお気に入りってなって、も価格を見ると高ってなって手を出しづらいっていう人も多いと思うから、ちょっとねカブの中ではハードルが高めなのかななんて思います。そしてガソリン容量3.7 リットル、旅中にねガソリンを結構入れたりするわけなんですけど、3.7 リットルしか入らないから給油の回数がめちゃくちゃ多い。純粋に時間のロスになるし暇だなって感じます。長距離向きに作られているバイクではないと思うので、それはしょうがないんですけどね。1万キロ走行してみて不満な点といったらそんな感じのところでしょうか。他の部分については全然不満を感じていなくて、むしろ私の乗り方にすごくね合っているバイクだななんて感じてます。ちがみなの動画。はい、というわけで今回はスーパーカブ C125 の1万キロ走行後のインプレッションをやってみたわけなんですけど、スーパーカブ C125 の購入の動機は、私はね見た目、完全なる見た目で購入したわけなんですけど、このバイクの中身も私の使用用途に割と合っているので、すごくね楽しく走ることができてるし、長くね乗り続けられそうな気がしてます。見た目がねどんなにかっこよくて大好きだとしても、中身がね多分自分に合ってないと乗り続けられないと思うので、私はこのバイクを選んで本当に良かったなと思ってます。それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。